ジグザグ編みの色変えについて解説します。はじめに段ごとに色を変える方法です。段の最後の目を編むときに糸を切り替えます。そうすると次の段から色を変えて編むことができます。これは輪編みをするときも同じです。休ませる糸を編み地の裏側に持ってくるように気をつけましょう。次に段の途中で色を変える場合です。例えば、一目ごとに色を変えて編むとこのような編み地になります。編み地を伸ばすと向こう側に隠れた糸が見えるようになります。ポイントは休ませる糸を常に編み地の裏側へ置くこと。ジグザグ編みは編み地を表裏に返しつつ編んでいくので、どちらの面が裏になるか意識して糸を休ませましょう。また2色の糸が絡まないように糸を持つようにすると編みやすくなります。2目ごとに色を変えると両方の色が均等に表に見えるようになります。4目ごとに色を変えるとこのような感じです。このくらい間隔が開く場合は、途中で休み糸を編みくるんだ方が良いでしょう。糸を編みくるむときは、編み地の裏側に位置する目でくるむようにします。表側を見ながら編むときは、自分から見て、ジグザグの向こうの目を編むときに糸をくるみます。裏側を見ながら編むときは、自分から見て、ジグザグの手前の目を編むときに糸をくるみます。こうすると編み地を伸ばしてもくるんだ糸が目立ちません。段の途中で色変えを繰り返したり、糸を編みくるんだりすると、若干ですが伸縮能力は弱くなる印象があります。色変えをする場合は、その点にも留意してください。
伸縮性能を落とさないという点では、段ごとに色を変える縞模様がベストですね。あるいは、編み地の中間の1箇所で糸を変えると、伸縮性を保ちつつ色を分けることができます。切り替え位置をずらしていけば、斜めのラインを作ることもできるので、組み合わせ次第で様々な模様ができます。以上、ジグザグ編みの色替えの解説でした。色替えができるとデザインのバリエーションが広がりますね。ご視聴ありがとうございました。